ごく普通の私が他人を妬むことなく、冷たい姿勢に耐えながら、ありのままの自分として生きていくために。振り返ってみると、私はいつも理由を気にしながら生きていた。学校で先生の話に、なぜと必ず聞き返す、そんな子供だった。理由が気になるから聞いているだけなのに、あなたは反抗的よ、と言われた。いちいち理由を聞かないで、なぜ口答えするのと言われてばかりで辛かった。そんな子供時代を過ごして大人になると、年齢も経歴も実力も何から何まで中途半端な人間になっていた。どうしてこうなってしまったのだろう。大学でもっと勉強すればよかったのか、我慢して仕事にしがみついていればよかったのか、いくら考えても何がダメだったのかわからない。何も間違えていないのに、どうして惨めになるのだろう。だから私は本をたくさん読んだ。そして少しずつ分かってきたのは、世間から価値のない人間だと言われても、私は自分を大切にして自分らしく堂々と生きていけばいいということ。冷たい世の中で何も間違っていない自分を責めている私と同じようなみんなにこう伝えたい。あなたは何も間違っていないよ。あなたらしく胸を張って生きていけばいいんだよ。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所のショウです。今回は私は私のままで生きることにしたという本をご紹介します。韓国のキム・スヒョンさんによって書かれた本書は、何かに秀でているわけではない、ごく普通の私たちが周囲の目を気にしたり、比較したりして生きることなく、ありのままの自分を認めて幸せになる方法を考えようとエールを送ってくれるイラストエッセイで、韓国、日本でベストセラーとなりました。著者が20代後半の頃に書かれた本書ですが、世代や性別を超えて気づきを与えてくれる本だと思います。また、韓国の若者社会に蔓延する劣等感や閉塞感などの生きづらさも垣間見えて、とても興味深いです。全部で70ものトゥードゥーリストがありますが、本動画ではその中からほんの少しだけご紹介したいと思います。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。普通であれば十分幸せ。子供の頃、車に乗っていると、太陽が自分を追いかけてきているように思えた。自分もいつか大好きなセーラームーンのようになれるんじゃないかと思ってワクワクした。大人になれば、悪者から世界を救うヒロインとまではいかなくても、何かしら特別な人になれるだろうと思っていた。けれども、現実の私は平凡な大人になった。華々しい人生ではないし、この上ない自由を味わっているわけでもない。牛肉を好きなだけ買うことすらできず、狭い行動範囲の中で、取るに足らない日常を繰り返している。平凡な大人の一人になったという事実に気づき、子供の頃に抱いていた理想を手放すと、その時から大人の思春期が始まる。もちろん、その瞬間は悲しくほろ苦い。でも、子供の頃の幻想と期待から抜け出して、特別ではない普通の人として自分の人生を築こう。私はこの先、セーラームーンになることも、大学教授になることもない。成功を収めて同級生から妬まれることや、一族の誇りだと言って親戚に持ち上げられることなんか望んでいない。私には書きたいことがある。絵やデザインの仕事ももっと頑張りたい。家族との時間をもっと大切にしたいし、スイミングを習って心ゆくまで海で泳いでみたい。いろいろな考えを持った人と出会って自分の世界を広げたい。私の人生には多くの制約があり、将来の保証もないけど、特別ではない普通の人生でもやれることはたくさんある。大人の思春期は自分の平凡さを認めて、その中で自分の人生を満たすことができたときに終わりを迎える。自分の生き方を尊重する権利を持とう。インターネットでこんな文章を読んだことがある。投稿者がウェイトレスのアルバイトをしていた時のこと。客の中年女性が彼女のことを指さしながら自分の娘にこう言ったそうだ。勉強しないとあんな風になっちゃうわよ。見当違いの侮辱を受けた彼女は心の中でイラッとしたという。彼女は社会経験のためにアルバイトをしていただけであり、バイト仲間たちも名門大学の学生だったからだ。そこに中国人の客が来店した。中国留学の経験があった彼女は流暢な中国語で注文を取った。すると
その姿を見た中年女性は目を丸くして気まずそうな表情になったという。この文章を読んだ人たちはこの中年女性を批判した。でも、果たしてアルバイトの彼女と中年女性との間にどんな違いがあるのだろうか。彼女は続けて、自分は単純労働者ではなく、ただ経験を積むためにアルバイトをしていたことを強調した。その切々とした反論は、中年女性の言動そのものよりも、自分はこんな扱いを受ける人間ではないという点に重点が置かれていた。一言で言うと、彼女は不本意だったのだ。自分は社会経験のためにアルバイトをしているだけであり、勉強をしなかったせいであんな風になった人たちとは違うのにと。もしあなたが理想の姿とかけ離れた生活を送る自分を恥ずかしく感じているのなら、自分に教えてあげてほしい。工場でミシンを踏んでいても、チキンを配達していても、それもまた人生だということを。どんな人生だって間違ってはいないということを。人生も勉強も思い切り頑張ればいい。でも、他の人の人生を侮辱してはいけない。私たちには、それぞれの人生を尊重しながら生きていく権利があるのだから。しんどい時にはしんどいと言おう。私はあまりしんどいとは口にしない。人にそう言わないだけではなく、自分でもあまりしんどいと思ったことがない。口に出すともっとしんどくなるような気がして、いつも大丈夫と言う。でもしんどいのにしんどくないふりをして感情をごまかしていると自分に対する感覚が鈍くなる。その鈍くなった感覚は他の感情も鈍らせて自分が限界まで来てもそれに気づかずにエネルギーが底をついた自分をほったらかしにすることになる。だから誰も分かってくれなくても状況が変わらなくてもしんどい時にはしんどいと言ってダダをこねよう。耐えられなければちょっと立ち止まろう。いつも大丈夫だと言って気を引き締めてばかりいられないし、いつも強い人間でいることもできない。だから人生でやるべきタスクが多すぎたり、責任感に溺れ死にそうになったり、家に帰った瞬間に涙が溢れそうになったりしたら、しんどいと言おう。誰もあなたの代わりにあなたを守ってはくれない。耐え難い犠牲に耐えるのは自分を虐待しているのと同じ。もう少し自己中心的になっても、もう少し無責任になっても大丈夫。責任があるからと言いながら、窒息するまで自分を放っておくほど、自分に対して無責任なことはない。誰とでも仲良くしようと頑張らない。友達の家に近所のおばあさんが遊びに来て、これからも時々来てもいいかとその友達に聞いたという。その子は優しく、人の頼みを断れないタイプだったので、いいですよ、と答えた。すると、今度はおばあさんの孫娘が家に来て、怪しい宗教の勧誘を始め、さらには、その孫の友達まで押しかけてきた。親切な人を困らせる人たちは、どこにでもいる。だから、親切はほどほどにしておこう。たとえ相手が困ったとしても、こちらの要求を通したり、相手の頼みを断ったり、断固とした態度を取らなければならない場合もある。もちろん、それは簡単なことではない。私もよく悩んでいる。相手にとって都合のいい人のままでいいのか、こちらの負担は許容範囲内なのか。いい人のままでいるために自分の負担や損害が大きくなるぐらいなら、気難しい人になった方がよっぽどまし。計算高い人になることと自分の領域を守ることは全く別の話。それに、犠牲を払ってでも守ってあげたいほど素敵な人なら、その人は私の要求や断る理由を理解してくれるはず。私の都合を聞いて腹を立てるような人なら、そんな関係を守るためにわざわざ苦労する必要はない。だから、誰とでも仲良くするのは無理がある。申し訳ないけど、私たちが一番大切にすべきなのは、いつでも自分自身なのだから。幸せは人生の目的じゃない。人は幸福になるために生まれたような現実離れした存在ではない。人間の原始的な感情は、喜び、怒り、嫌悪、恐怖、悲しみ、驚きの6つ。人間が幸福になるために地球に誕生したのなら、どうして肯定的な感情がたった一つしかないのだろう。つまり、人生の目的が幸福にあるという考え方自体が大きな錯覚だと言える。それにしても、人生の目的を幸福だと決めつけて、完全無欠で幸福な人生が存在するかのように言い立てる人を見ると、
幸せではない人は敗北者になったような気分になる。だから、人々はその憂鬱を隠そうとし、悲しみは何としてでも抑えつけなければならないと考える。でも、人生に憂鬱と悲しみがあるのは自然なことだと思う。たまには寂しくなるし、憂鬱にもなる。その時間がなければ、幸福が何なのかを知ることはできない。もちろん、私たちは幸福のために努力すべきだし、私だってあなたの幸せを願っている。でも、何度聞かれても私はこう答える。人生の目的はいつも、人生それ自体にあると。皆様、いかがでしたでしょうか？あなたはこうするべき、この年ならこうなっていなければいけない、というような、ある種の世間の基準のようなものから解かれて、自分らしい人生を歩むための、いろいろな考え方に触れられる一冊となっております。ごく普通の私たち代表である、著者のキム・スヒョンさんが持つ、悩みや不安、憂鬱と、それを整理していく過程は、自分事として心にスッと入ってきます。私って中途半端だな、とか、いつも自分だけ損をしているような気がする、という気持ちに心当たりがある方は、ぜひ読んでみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。